宙吊りのエンジンとミッション。おはようございます。俊也です。今日のスーパーセブン名車再生は、前回の動画でミッションの修理をしてエンジンとくっつけることができたので、今回の動画でスーパーセブンのボディに乗せていきたいと思います。ただ残念なことに、まだそのままポンと乗せるわけにはいかなくてですね、このガソリンホースとかこういうのが車の下側、フロアトンネルのところを通ってずーっと後ろの燃料タンクまで通ってます。この燃料ホースがここちょっと擦れて穴開きそうな感じになってたりとかして、ちょっとホース直したりとかいろいろやらなきゃいけないことがあるので、先にやらなきゃいけないことを済ませて、で最後エンジンとミッションをこの車に乗せるっていうところまでやっていけたらいいなと思います。名車再生スーパーセブン、チャンネル登録よろしくね。それじゃあまずは燃料ホースからやっていきます。燃料ホース、燃料の配管ですかね。ガソリンの配管。これ数日前、松さんのところ行ってね、解体車両からもらってきました。これ JA22 の燃料ホースです。結構ね、長さがあって、割とまっすぐな配管で、これ使えんじゃないかなと思って、スーパーセブンに移植して、で、後ろは燃料タンクをつけてやっていきたいと思います。もともとついてたやつはこういう感じで、ナイロンチューブというのかな、こういう感じの柔らかいホースですね。ホースみたいなので引っ張られてました。で、これだとちょっと材質的にね、弱いかなと思って、こっちの鉄じゃないか、アルミかな、こっちのね、配管を選びました。日本車でよく使われてるやつですね。多分こっちの方がパイプとしての強度もあるし、あとここ、ガソリンホースのね、抜け止め。こういう感じで抜け止めの加工もされてるから、ホースが抜けたりとかする心配もないし、もちろんこの管の太さ、これはケータハムの方とぴったり合うことは確認済みです。あとは取り回しですね。ここのエンジンルームからトランクまでの取り回し。形状がね、違うから、ほとんどワンオフというか、他車種流用というか、そんな感じで多分ポン付けというわけにはいかないと思うんですけど、でもジムニーやってた時もね、結構他車種流用やってたんで、どうにかなるかなと思います。できるかどうかじゃない、入れるんです。これを入れるんです。そんな感じでやっていきたいと思います。よいしょ。まずはこっちの配管外していきます。真ん中の1本がガソリンのやつで、上2本はブレーキかな、で下2本がガソリンのリターンとかなんで、使いたいのはこの真ん中の1本だけだから、この真ん中のやつ外しちゃいます。よいしょ。配管を曲げたりダメージ入れたりしないように優しく丁寧に外していきます。取れた。クリップは壊れた。多分足りるはずなんだけど、一応自分の車でメジャーで測ってなんとなく寸法を取ってあるから、やっぱりいけそうっすね。こっから後ろまで足りそう。いけるいけるいける。あとは取り回しですね。長さはバッチリ。そしたら純正の配管がこのフロアトンネルの中ずーっと通って取り回されてるんで、一回それ外していきます。結束バンドで固定されてるだけだから、バンドニッパーで切って引っこ抜いちゃいます。外したホースはこんな感じです。ナイロンチューブかな、シリコンじゃなさそうだね。ナイロンチューブかな。で、返しがなし。なんかね、たまにこれがすっぽ抜けることがあるみたいです。そんなインジェクションの車とかじゃないから年圧そこまでかかってるわけじゃないけど、年圧 0.2 キロとか 0.3 キロでもたまにここがこうすっぽ抜けてガソリンが漏れるっていう事案があるみたいなんで、一応今回念のため返しがついてる日本車のやつに変えていきます。あとボディに干渉して削れてた部分、ここですね。こんな感じで傷というか、多少こうホースが削れてるんで、こういうところもボディに干渉しないように対策しながらやっていきます。
ここの穴通さなきゃいけないんで、結構知恵の輪状態で一回前側から後ろに逃がして、その後今度前にまた引っ張っていくような感じで今ちょっと試行錯誤しながらやってます。あんまり無理するとね、パイプが曲がっちゃったりとか折れちゃったりとか穴開いちゃったりとかするから、優しく、それでなおかつ大胆にこうやって配管を一回後ろに逃がして、こっちから前の方に通していきます。ボディと干渉しそうな部分はゴムホース巻いて念のため保護しておきます。よいしょ。これでボディに当たっても大丈夫。配管がきれいに通し終わりました。フロアトンネルのところからトランク、角度が合ってなかったりとかして多少ねこう曲げたりとか伸ばしたりとかやらなきゃいけないですけど、特に配管切ったりとかそんなことしなくて済むから、ほとんどポン漬けみたいな感じですね。ここに燃料タンクがついて、で燃料タンクからこうホースがここにつながります。でボディに干渉しそうな部分はこうやってゴムホース巻いて保護してあげて、でずーっとトンネルの中通ってずーっと通ってエンジンルームまでこうやって出てきます。トンネルの中もボディには一応干渉してないです。当たりそうな部分だけねゴムホース巻いたりとか一応保護はしてあります。かなり綺麗にインストールすることができたと思います。多分知らない人が見たら純正でこの配管なんだって思うぐらい綺麗に入れることができたんじゃないかな。銅配管とか買ってきて入れてる人もいるみたいなんですけど、ここのね返しがねついてないから、そうここの返しが結構欲しかったんですよ。ホース抜けちゃうからね。そしたらこれから燃料タンクとかつけてエンジン乗せれるように準備していきたいと思います。まずはガソリンタンク、ちょっと汚いのと、裏側これシャシーブラックかなんかこう塗られちゃってて、なんか黒かったり剥がれちゃってたりでこう結構みすぼらしい感じになってるんで、一回外側きれいに掃除していきます。まずは泥落としかな。そしてシンナーでこの塗装を落としていきます。落ちはしますね。ちゃんと落ちる。ガソリンタンクがきれいになりました。裏側もきれいになりました。そしてきれいにしたら気づいちゃったんですけど、このガソリンタンクの下側ちょうどこの辺にバンドというかアングルみたいなのがついてガソリンタンクを支えるんですけど、そこと擦れちゃってなんか穴開きそうな感じになっちゃってます。ほらボコボコして削れちゃってる。多分これこのままタンク戻しちゃうとほんとそのうち穴開いてガソリン漏れてきそうだから直します。まずはこの傷になってる部分の汚れとかを落としてちょっと足付けします。ちなみに反対側も同じようにね傷みたいになっちゃってるから、こっちも同じように作業します。気づかなければねそのまま積んでたと思うんですけど、気づいちゃったからね。そして気づけてよかったですね。乗ってる最中にガソリン漏れてきたとかはもう絶対嫌ですからね。そしてダッシュします。よいしょ。パテをつける部分はこの横側の部分、反対側も、そして後ろ側のこことここ、
ちょうどね、ガソリンタンクのここの真ん中にね、バンドが2本かかるんですよ。車側で見るとここ、ちょうどこのバンドがかかる部分、ここの場所と、あと下側のこの L 字アングル、ここで燃料タンクを固定するんで、ちょうどここにね、削れちゃってるような感じです。一応ね、クッションゴムみたいなのを引いてあるんですけど、この横側ね、横側にはクッションゴムついてないんで、それで削れちゃったんだと思います。同じくこっちもクッションゴムはついてるけど、その下の方がゴムがついてなくて、そこで削れちゃってますね。補修に使っていくのはこれ、 JB ウェルド。オイルパン直す時に使った接着剤、金属用のパテですね。これで直していきます。綺麗に盛ることができました。これオイルパンの作業やった時、固まるとめちゃくちゃ硬くて研ぐの大変だったから、盛り付けの段階で形しっかり作っておくのが大事だと思います。っていうか、めちゃくちゃ丁寧に盛り付けをやりました。そしたらこれ硬化させるのに、12時間ぐらいはね、時間かけて固まらせないと削ることできないんで、これから乾燥待ちということで動画はスキップします。パテ付け翌日、もうね、ガッチガチに固まってます。すっごい硬いです。これめちゃくちゃ硬くてね、研ぐのが大変なやつです。そしたらこの後塗装していくためにパテを研いで、この表面も研いで足付けやっていきましょう。アルミタンク、ちょっとね、見た目あまり良くなくて、表面はね、藤壺みたいにガッサガサになってるから、この辺も全部研いで綺麗にして塗装できるようにやっていきたいと思います。使っていく番手は240番。ダブルアクション使って機械で研いでいきたいと思います。このガッサガサの藤壺、これはちょっと見た目良くないですよね。削ります。一発抜いてあげるだけでツルツルになった。ちょっと動画は進んで、ペーパーがけが終わって、ウォッシュコンパウンドで洗って、脱脂して、マスキングもやって、台に吊るして、こんな感じで塗装をやっていきます。この辺のプレスラインとかは機械当てられないから手作業で全部かけました。で、マスキングも綺麗にちゃんとやり直しをやってあります。上面と下側はいっぺんにね、塗装してしまいたいから、こんな感じで台に吊るしています。で、この後塗装やっていくんですけど、最初ね、塗装するつもりなかったんですよ。シャシーブラックを落として綺麗にアルミの素地出れば、そのままでいいのかなと思ってたけど、結局ね、ここ、パテつけてしまったから、これ隠すためには、どのみち塗装しなきゃいけないっていうことで、今回塗装やっていきます。アルミは塗装のね、食いつきがものすごく悪いから、特に車用の塗装とか全然くっつかないんで、下塗りにプライマーを入れます。今日は、乾燥時間の短い、こっち使っていきます。密着ロンマルチ。これ乾くの早いから、塗って30分経ったら次色塗れるやつだからね。今日はこっち使っていきます。それじゃあちょっと塗装場所狭いんですけど、台置いて、あっちにはエンジンがあるし、こっちは車があるし、ちょっと狭いんですけど、この状態で塗装していきたいと思います。久々なんだぜ、塗装タイム。行ってみよう。このまま30分乾燥させます。30分後、次色塗っていきます。煮液の黒ですね。いつも通り黒で仕上げちゃいます。いつもだったらここにノンサンディングのサフェイサ入れると思うんですけど、アルミのパネルだし、そこまで見える場所じゃないし、作業時間とかいろいろな兼ね合いあって、今回はサフェイサ入れずにそのまま黒を塗っちゃいます。サフェイサ入れてもいいんですけど、入れなくてもそんなに弊害ないから入れないです。
塗装30分後。今日あったかいからもう表面乾いてるはずなんですけど、乾いてますね。大丈夫。もう表面触れるぐらいまではなってます。ただまだ中の方が多分柔らかい感じっぽいんで、まだ乾ききってはいないですね。このまま自然乾燥でもうちょっと置いておきたいと思います。ガソリンタンクだからね、熱かけるのも怖いし、今日は暖かいから多分自然乾燥で 1,2 時間置いとけばそれなりに乾いてくれると思うんで、これを乾燥待ちしている間にここのトランクスペース、作業を進めれるところを進めていきたいと思います。まずはブレーキホース、これ新品買っといたんでこれつけていきます。何？ちょっと待って、つかねえよ。また間違って部品を購入してしまったみたいです。こっち側はいいんですけど、こっち反対側ですね。反対側が形状が違います。つけられません。ブレーキ間違って買っちゃったんで、新しいの注文し直します。タンクがついてもね、タイヤとか外せば別にここ整備後々できるんで、今回ブレーキのホースはつけずに、行きましょうか。今気づくことができてよかったです。ちなみにフロントもセットのやつで買ったんですけど、フロント側もキャリパーの方は合ってるけどボディにつながる方は間違ってるっていうか形状が違う。ダメですね。おかしいなぁ。どうしてこうなっちゃうんだろう。なんかもうちょっとうまいこと部品注文できればいいのに、部品番号とか車体番号から引っ張って。そしたらこのサイドブレーキのワイヤーの取り回し、これ間違ってくっつけてたんで、まずこれ直しちゃいます。本当はね、これホーシングの上じゃなくて下を通さなきゃいけなかったやつだったんで、とりあえずこれ元に戻します。よいしょ。これを上じゃなくて下へ。フロアのハーネスとか、さっきのサイドブレーキのワイヤーとか、こういうの純正と同じように結束バンドで固定していっちゃいます。この車ね、全部線という線が結束バンドで固定されてます。一応どこに止まってたかは全部写真撮ってあったんで、元通り戻していきます。配線全部止め終わりました。こんな感じで大丈夫だと思います。一応元通りついてた場所に締め直したからね、特に間違いとかはないと思います。なんか結束バンドで止めていくっていうのがちょっと違和感あるけどね。純正がこうだからちゃんと純正通りに戻してあります。そして注文間違えてたブレーキホースとか、あれもね、注文し直しとかでパソコン作業やってたら、燃料タンクの塗装をやってから3時間あっという間に経っちゃったんで、これから燃料タンク乗せていきたいと思います。センダーユニット、燃料系ですね。ここのガスケット、ゴムパッキンは新品取ってあったんで、これ変えていきます。ゴム部品はね、古くなるとダメになっちゃうから、こんなとこからガソリン漏れしてほしくないんで、新品、古いの多分間違ってないでしょう。これ間違いようがないと思うんですけど、同じやつです。今度は部品注文間違ってませんでした。これ向きがあってフロートの入る位置がね1箇所しかないんですよ。だから向き間違えちゃうとフロートがガソリンタンクに当たっちゃって正しい値が出なくなっちゃうんで、取り付けの向きだけ気をつけなきゃ。でガソリンタンクがつくところには傷防止にエプトシーラー貼っときます。せっかく修理しましたからね、また次同じ場所が擦れて穴開いちゃっても嫌だから。
そして燃料タンクを乗せていきます。よいしょ。そして燃料ホースはこれジムニーの時に買ったやつの余りが今手元にあるんで、これでつけていきます。キャブ車だからそんなに燃圧かからなくて、かかってもね多分 0.4 ぐらいなんですけど、インジェクション用のホースだから、これ確かね3キロぐらいまで耐えられるホースなんですよね。だからオーバースペックっちゃオーバースペックなんですけど、圧力が耐えれる分には問題起きないですからね。わざわざ新しいの買うよりかはこれの方が安いんで、これ使っていきます。あとホースバンドももともとついてたやつじゃなくて、ちょっといいやつに交換しちゃいます。これ、締め込むとね均等にホースバンドがこう締まっていくやつ。普通のやつでこう締めるとね、ここだけがきつく締まって、こっちちょっとテンション弱いみたいになるんですけど、これ締め込むと均一にこう伸延で締まっていくタイプのホースバンドです。よいしょ。買ってすげえ、配管の取り回しぴったりな感じになった。めちゃくちゃ純正っぽい感じになってないですか、この配管の取り回し。言われないとわからない仕上がりじゃないですかね。絶対この配管他の車種から引っ張ってきてるってわからない。すごい満足してます。そしたらこれでガソリンタンクから燃料の配管でフロアトンネル通って、やり残しの作業はないと思うので、これからエンジンを乗せていきたいと思います。先にプロペラシャフトだけ入れておきます。ここねミッションが入っちゃうとプロペラシャフト入れれなくなっちゃうんです。ペラシャ入れるだけのスペースもね全然ないんですよ。下側ステーとかボディのフレームとかが通っちゃってて、プロペラシャフトこんな感じでデフの上の方に逃がしといて、ミッション乗っけてからつないでいきます。そうしないと作業するスペースが全然ないんで、そんな感じでやっていきます。エンジンつるのにヘッドカバーついてるとなんかちょっとねヘッドカバー圧迫して割っちゃいそうだったから、ヘッドカバーだけ外してあります。でこの状態でエンジンつり上げて、これをエンジンルームへ運ぶ。よいしょ。結構ね重いですこれ。これ本当に入る？これだよこれ。もう飛び出してるからね。まっすぐは下ろせないから、ミッション側を下げて斜めに入れて重心変えてみたいな、ちょっと知恵の輪状態で入れていくしかないですね。とりあえずミッションの方を下げます。ゆっくり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 。そんな急にいっちゃダメ。いやもっと角度つけなきゃダメじゃね。まだ足らないですね。これ以上角度をつけちゃいけないことが分かりました。どんどん下げていくとオイルパンがフレームに当たっちゃいます。なのでここのシフトのところのリンクゲージでしたっけ、これ外してミッション入れれるようにやっていきます。これを外してここのロッドを抜いてしまえば、ここの高さを稼げるから多分いけるはず。よいしょ。よしやっと乗りました。長かった。
エンジンマウントとミッションマウントとつけていきます。もともとついてたエンジンマウントこんな感じでちぎれちゃってたんで、新品のマウント、このステーにこうやってボルトを入れて、こうやって仮止めして、よいしょ。そしてミッションマウントもつけちゃいます。ミッションマウントつけないと下ろすことができないんで。そしてプロペラシャフトもこっちにずらして差し込んじゃう。これでエンジンを着地させて、よし、マウントをフレーム側に固定しちゃいます。やっと無事乗せることができた。今日の作業は長かったな。別に何もトラブってるわけじゃないんだけどな。よいしょ。やっとエンジンが乗っかった。ヘッドカバーを吊るために一回外しちゃったんで、オイハイロマーを塗ってヘッドカバーをつけていきます。でガスケット戻しのヘッドカバーをつけの、そしてこれが多分最後の作業ですね。エンジン吊るために外したシフトリンク、これつけておきます。エンジン積み込み完了です。うまいこと積み込めてよかった。せっかくだからエンジンルーム側の燃料ホース、これもちょっとここつないでみたいと思います。どんな感じにつながることになるのか、一応念のため確認という意味で。ブスッと、そしてこっちもズブッと。めちゃくちゃいい感じの配管の取り回しな気がします。これが機械式の燃料ポンプ、エンジンにくっついてる部分ですね。こっから逆に辿ってってホースがこっちに出てきて、さっきつけたジムニーの燃料配管、これがこう来て、ボディに当たりそうなところはゴムホースっていうかもう当たってますね。しっかりとゴムホースが役目を果たしてます。でずーっと辿ってって、あとはフロアトンネルを入っていくような感じです。今これね、様子見れるようにと思って、この一番手前側、本当は止めなきゃいけない場所あるんですけど、それ止めてないから今こんな感じでプランプランしてますけど、配管問題なさそうだから、この後ここ結束バンドでね、もう一箇所止めておきます。これならバッチリですね。いい感じ。そして今回は後ろに燃料タンクも積み込んで、ブレーキのホースが残念だったんですよね。ちゃんとしたやつ注文して、また届いたらちゃんと組み付けていくっていう形でやっていきたいと思います。サスペンションといい、ブレーキホースといい、部品注文がうまいこといかない。純正部品を揃えるのが難しい。むしろ他車種流用で部品つけていく分にはなんか割とうまいこといくんだけどな。なぜか純正部品でつまずいてしまう。作業自体はそこまでは難しくないのかな。まあ、吊る角度とかそういうのは難しかったりしますけど、でも、まあ、至って日本車の車積み込むのとそこまで難易度的には変わらないと思います。まあ、1日、まあ、今回燃料タンクとかもやったから2日あれば多分できる作業だったのかなって思います。ただね、それとは違う部分で今回ちょっと手こずっちゃいまして、そう、今の時期 YouTube に載ってはいけない、カメラに録音されてはいけない音声というのが、すごくこの辺走り回ってまして、その度にこう撮影ストップして30分待ちとか、そんな感じになっちゃうんですよね。
だからね、かなりね、こう、作業が飛び飛びになってたかなとは思うんですけど、編集してるからそこまで感じないかもしれないんですけど、あれ、昼間作業やってたのに急に夕方になったな、あれ、急に夜になったな、みたいな。その間は、この辺、スピーカー積んだ車が走り回ってて音声入っちゃうからね、撮影しないように作業を止めてたら、なかなか作業が進まなかったっていう感じです。今回はね、そこで作業を進めるのがすごく大変でした。撮影の段取り組むのが大変だった。ということで、今回はスーパーセブンのエンジンの積み込む動画でした。無事に積み込むことができてよかったです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回もご覧ください。バーイ。マジでこの車の部品注文難しい。